しく変わっていく、そんな生活の中で僕がつまびく音楽の一つ一つなんて、ある時は耳障りだし、それは僕自身にとってもそうなんだ。だけど僕は尾崎豊偽造殺人疑惑第2章伏せられた死因。事情聴取。4月25日の午後、千住警察署の愛刑事が小峰氏宅へ訪ねてきた。彼は小峰夫人に内緒だがと断った上で、尾崎の死に覚醒剤が絡んでいること、また他殺の疑いがあることを打ち明けていったという。千住警察署は尾崎の死の直後の時点で他殺の線で動いていたのである。同じ頃、千住警察署には大楽氏や実刑康氏が駆けつけていた。そこでは当夜尾崎と一緒に酒を飲んでいた関係者と夫人の事情聴取が始まっていた。ところがここで奇妙なことが起きたという。事情聴取を受けていた T が自ら進んで尿検査を申し出たというのだ。T、当時26歳は24日夜から25日未明まで尾崎と行動を共にした重要人物である。つまり尾崎の覚醒剤に深く関与した疑いを持たれている人物である。前章で見たように、この T は夫人と極めて親しい関係にあった。この時 T は自分から進んで尿検やってよと言ったんです。大きな声でしたから僕がいた廊下まで聞こえてきましたよ。なんで尿検なのか、なんでそういう言葉を知っているのか、それが一番不思議でした。T の奇妙な言動はさらに続いたと大楽氏は言う。千住警察署の2階の廊下で T と出くわした時のことである。この時に僕は T から驚くべきことを聞いた。それはこの翌日に行われた司法解剖で豊の体内から検出された覚醒剤のことでした。T の話では豊君があれが入るのかと聞いてきたんで SK なら入ると答えたというんです。そのことをまだ死因も明確になっていない段階でわざわざ話してきたのです。この段階で T がなんで覚醒剤のことを言い出すのか不思議でした。T は尾崎が覚醒剤を使用したと言いたかったのである。T はまた他の関係者に対してあれはフラッシュバックだと話していた。この時点ではまだ尾崎の死因は明確になっていなかった。しかし T は司法解剖を待つまでもなく尾崎の死因に覚醒剤が絡んでいることを知っていたのだ。そもそも尾崎が覚醒剤のことで自分に相談してきたので SK を紹介したなどと話すこと自体 T 自身が覚醒剤に関与したことの証明である。 T から覚醒剤の入手先と指摘された SK は全面否定している。要するに T は俺に被せたいんだな。俺は腐っても T みたいなことはしないよ。俺の仲間はみんな尾崎をやったのは T だと言っているんです。それで逃げ回っていると。T がそんなことを言うのは自分の罪を人に着せるつもりなんですよ。SK は高校時代尾崎と親しい友人関係にあった。また T とは尾崎以上に古い付き合いがあった。SK と T は昔から薬物仲間だと言われていた。ところでこの2人は尾崎と4年間絶好状態にあった。SK が尾崎と4年ぶりに再会したのはつい3日前の22日のことだった。そこに尾崎が一番警戒した T が顔を出していたのである。それは不自然で奇妙な再会だった。というのは尾崎がこの2人との再会以降、それまでとは違った変化を見せたからだ。この2人はそれぞれ役割は違うが、覚醒剤に絡んだ重要人物である。SK は尾崎との再会の直後に渡米したという。アメリカにいた SK の元へ妙な電話が入ったのは4月25日午後、尾崎の死の直後であったと SK は話す。
尾崎が突然死んだということを聞いたのはアメリカのゴルフ場でした。友人からの電話では T がひどく慌てて尾崎が殺された、殴り殺されたというようなことを電話で騒ぎ立てた。それで今全日空ホテルに仲間を集めているというんです。 SK にとって尾崎の訃報はショックだった。 T が仕掛けたんじゃないかと思ってびっくりしましたよ。俺は急いで帰る準備をしてロサンゼルス空港に向かったわけです。空港まで2時間以上もかかった。しかし尾崎が死んだことは信じられないし、とにかく全日空で待っているという友人に空港からで電話してみたわけです。ところが肝心の T の連絡が途絶えたままで来やしない。みんな待ちぼうけを食わされて怒っていると聞き、また T の変な癖が始まった。尾崎が死んだのは嘘だと思い、一旦ホテルへ引き返しました。と SK は言う。尾崎との4年ぶりの再会は SK に悔恨となって残っていた。なぜなら T の話に乗ったことで尾崎という一人の友人を失うかもしれなかったからだ。しかしそれは現実になった。自らその死に関わってしまったという後悔がショックを倍化させた。同日の夕方、練馬東中学校時代の友人3人も千住警察署に駆けつけた。彼らはこの日、尾崎とマネージャーの麻雀の約束をしていた。それで麻雀をどこでやるか尾崎からの連絡を待っていたのである。そこに入ってきたのが尾崎訃報のニュースだった。死んだなんて全く信じられなかった。死んだというのは何かの間違いだと思い込みました。死ぬ理由なんて何一つ考えられませんでした。25日には麻雀をやることになっていたんです。その3週間ほど前、豊も含めて麻雀をしていたんです。都合で僕が搬送で抜けた時、豊が今度いつやる？土日ならいつでもいいよと聞いてきて、カレンダーを見ながら決めた日が25日だったのです。この日の昼頃、パチンコ屋で麻雀を一緒にやる予定だったM にばったり会ったんです。そこで豊から連絡があったら電話するよと言って家に帰ったんです。そしたら豊が死んだっていう電話でしょ。もうなんて受け止めていいか。豊はこれまで約束を一度も破ったことがなかったと親友の一人が話した。彼らは尾崎の死を何かの間違いだと信じたかった。だが尾崎の死は事実だった。そのショックで言葉も出なかったという。尾崎が死んだというニュースは瞬く間にファンに伝わっていった。そのニュースを聞いたファンが小峰拓や尾崎の自宅マンションに続々と集まってきていた。そんな音一つ一つに優しさってそんなメロディーを聞き取ることができるんだ。